皆さんこんばんは、高校生です。今日もご視聴くださりありがとうございます。金曜日の夜、バイト後にマックをたくさん買ってきて家で食べてるところです。1月31日から期間限定のアイコンチキンとエビのハンバーガーを買ってみたんですけど、このアイコンチキンがめっちゃ美味しかったです。この時あまりにお腹が空いていて、思わず2つハンバーガーを買っちゃったんですけど、2週間頑張った後なので、ご褒美として奮発して2つ買いました。エビフィレオの方よりはやっぱアイコンチキンがすごく美味しかったです。皆さんも食べてみてください。さあ、今日の動画のテーマでもあるバレンタインが近づいてきました。今、バレンタインの計画を練っているところなんですけど、マインドマップというソフトを使って頭の中を整理しているところです。マインドマップって皆さん聞いたことあると思うんですけど、今使っているソフトについては動画の後半でまた説明するので、ぜひご覧ください。朝ごはんに母が前日に作ってくれたお味噌汁と肉じゃがを用意しました。今日はこの後朝ごはんを食べたらクッキーを焼いてみようと思っています。兄ちゃんがお部屋の中を探索している途中にずっこけました。さあ、お部屋に戻ってきて着替えをします。と言っても上だけしか着替えてないんですけど、下は寒いのでパジャマのままです。某海外通販サイトで購入した雑貨を開封してみましょう。全部お菓子作りに使うものばっかりなんですけど、前回の動画で、フライ返しはステンレスじゃない方がいいって聞いたので、シリコンのものを買いました。これはまたカップケーキを作るときに使おうと思うんですけど、中に入れるカップのサイズを間違えました。これはクッキーの方です。かわいいですよね。くまさん。これは、クッキーの生地なんかを伸ばすときに厚さを均等にするためのものです。これは焼いたクッキーを小分けにして入れる袋なんですけど、こんな柄もついててすごく可愛いです。さあ、クッキーを焼きます。今から作るのは絞り出しクッキーなんですけど、レシピはインスタで有名なコグマイタンさんのレシピを参考にしました。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。このクッキー焼く時のバターをクリーム状にする作業が結構苦手です。腕がすっごい疲れますよね。絞り出しクッキーを作るのは初めてで、うまくいくかなってすごい心配だったんですけど、これは IKEA で買ってきた絞り出し袋となんて言うんですかこれのセット1000円ぐらいでした。でも IKEA のやつちょっと袋が硬かったんで、100均で買った普通のビニール袋に入れました。絞り出し用の袋です。生地の3分の2はプレーン味で、残りの3分の1はココアを混ぜてココア味にしました。ちょっとココアを入れすぎて硬くなっちゃいました。はい、この日生まれて初めてクッキーを絞り出しました。意外と難しいんですよね、これが。この下に敷いてるメッシュのシートなんですけど、これは100均で買ったものなんですが、絞り出しクッキーだと生地がちょっと柔らかいので、こういうメッシュ素材のものだと生地が横に広がらなくていいそうです。
途中で顔が焦げないようにアルミホイルを上からかぶせて焼きました。これは成功してるのか失敗してるのかどっちなんでしょうか。今度はチョコペンで目と鼻を作っていきます。この作業もやったことがなくて初めてだったんですけど、これがまた意外にコツがいるというか、誰かがやってるのを見ると意外と簡単そうに見えるんですけど、やってみると全然簡単じゃないなって思います。完成したら冷蔵庫で冷やして固まったらクッキーの上に乗せます。これはどうなんでしょうか。去年も行ったんですけど、高島屋でやっているアムール・デュ・ショコラに行って、何か美味しそうなものがあれば買いたいなと思って今下調べしています。こうやって計画を練っている時間もすごく楽しくて好きです。さあ今日は学校の帰りに高島屋に行きます。母と合流しました。平日夕方のアムールの会場すっごい混んでいて、オードリーは入場規制なく入れたのでラッキーだったんですけど、ほとんどが売り切れでした。なんと私が狙っていたチョコレートが売り切れでありませんでした。でも全部会場をくまなくチェックして気に入ったチョコレートをいくつか買って帰りました。大満足です。こんなに買っちゃいました買ったものをこれからすべて開封してみたいと思います。ぜひ参考になると嬉しいです。まずオードリー、本当に可愛くて、とにかくお店の雰囲気がもうドタイプだし、売ってるものも全部本当に可愛いんですよ。これもう箱がもう可愛い。このパッケージなんちゅう可愛さなんでしょうね。これはかろうじて残っていたお菓子の詰め合わせ缶なんですけど、こんな感じのホワイトチョコレートがかかったクッキーと、見た目だけでこんなにキュンキュンできるお菓子って珍しいですよね。これはフリーズドライのいちごにホワイトチョコがくっついてるんですけど、これめっちゃ美味しかったです。すんごい美味しいです。しかも値段もそんなに高くないので、ぜひ見つけたら買ってみてください。ナッツが入ってて歯ごたえも最高でした。小分け用の袋もまたすごく可愛いです。こんなにたくさん買っちゃったんですけど、これは堂島ロールのお店のマカロンです。この箱の中は、ビタメールのマカダミアクッキーが入ってて、右2つピンクのやつはいちご味でした。まだ食べてないですけど、いちごのやつは初めて見たので思わず買っちゃいました。これはオランジェットです。職人さんがいてサインしてくださいました。外国のおじさまでした。チョコレートの箱から出した瞬間のワクワク感ってすごくないですか？意外とあっさりさっぱりしてて何本でも食べれそうな味です。でももったいないから1日1本ずつにします。あとは私が絶対に買いたいと思っていた正代ビオナチュールのチョコレートです。めっちゃ綺麗じゃないですか。販売ブースにも正代さんがいらっしゃって試食をくださったんですけど、添加物一切不使用のチョコレートでも味はしっかりついていて、すごくフルーティーで美味しかったです。これもちょっとずつ大事に食べます。ち
ちょうどオードリーに着いた瞬間にこのロンシャンティの整理券を配り始めたので、たまたま運よく買うことができたんですけど、いつもは売り切れてて買えないらしいです。どうやって食べるのが正解かわからなくて、わざわざナイフまで用意してしまいました。見た目がすごく可愛いんですけど、味もちゃんと美味しくって、下の方にクッキーがちょっと入っていて、で、生クリームがなんか味わったことのない優しい味がする、ちょっとミルクを感じる生クリームというか、すごく美味しかったです。この間犬の絞り出しクッキーを作った日に、実はもう一つクッキーを作っていて、このクッキーは、細長く焼いてチョコレートをつけたりデコレーションしたりしてスティック状のクッキーにしようと思っています。これもコグマイタンさんのインスタでレシピを参考にしました。今作っているのは学校の友達にばらまく用のクッキーです。はい、綺麗に焼けました。あとは冷ましてからデコレーションするんですけど、今日はもう疲れたので、また後日やります。スティッククッキーをデコるためのビスケットと、あとチョコレート。他にも、こんな感じでデコレーションする用のものをたくさん買ってきました。この辺は全部富沢商店で買ったものです。1個100円ぐらいでした。これはカルディで買いました。デコレーションに使うものが揃いました。さあ、チョコレートを溶かしてみます。富沢商店にチョコレート買いに行った時に、いろんな種類のチョコレートがあって、これは全部ちゃんと溶かして使う用のチョコレートなんですけど、いちごだけなんかこの塊のやつしかなくって、こうやって刻んで溶かしたんですけど、いい感じに溶けてきました。やっぱいちごだけなんかちょっとテクスチャーが違った感じがしました。サイズを間違えて買ってしまったカップケーキ用のペーパーカップがこんなところで役に立ちました。さあ、一通り準備ができたので、いよいよデコっていきたいと思います。一番楽しみにしていた工程です。やっぱりなんかセンスを問われますね。すごい手作り感が出てるんですけど。こうやってプレッツェル乗っけるのすごく可愛いなと思いました。あと、余ったチョコレートを絞り出し袋に入れて、こんな風にチョコレートをかけても可愛くなると思います。って言っても、コグマイタンさんがやってたのを真似しただけなんですけど。さあ、たくさん出来上がってきたので、お皿に移しておきます。こうやって見るとやっぱり結構可愛いかもって思いました。
はい、じゃじゃーん、完成しました。スティッククッキーと絞り出しクッキーかっこ犬です。いい感じですね。さあ、ラッピングしていきます。ちょうどいい袋のサイズがあってよかったです。で、この犬の絞り出しクッキーが実は大失敗していて、目と鼻のところで使った黒いチョコペンが全然固まらないんですよ。で、袋に入れるとビヨーンってこんな風に伸びちゃったりするんで、リベンジしました。さっきのデコレーションで余ったチョコレートをチョコペンにして目をたくさん作ってみました。お花も作ります。すごい楽しかったです。これ絞り出してる時。さあ、クッキーのワンちゃんの輪郭も今回ちょっと変えてみたんですけど、どうかな？最初に作ったワンちゃんよりもちょっと可愛くなったかなと私は思うんですけど、どうでしょうか？愛嬌のある顔ですごく可愛いです。今度はちゃんとラッピングしてもチョコレートがビヨーンと伸びることもなく、綺麗に袋に入ってくれました。さあ、簡単にラッピングをしていきたいと思います。かわいい。これは100均で買ったものなんですけど、こんな風に台紙を折り曲げて、こうやってやると結構可愛くなると思うんですけど、どうでしょうか？クッキーを渡す友達一人一人にメッセージを書いています。こうやってホッチキスで留めて完成です。これだけのクッキーを焼いただけなんですけど、結構時間がかかってしまって、土日すごく体力を使いました。全部紙袋に詰めて明日学校に持っていきたいと思います。ちなみに先輩にもこのクッキーをあげて、あとアムールで買ってきた市販のチョコレートも渡そうと思っています。はい、すごく疲れたので寝る準備をします。寝る前にストレートアイロン当てるのも珍しいと思うんですけど、朝楽なので夜のうちになるべくアイロンかけてます。さあ、そろそろ寝ようと思います。おやすみなさい。寝ようと思ったんですけど眠れなかったので、バイキンマンのチョコレートを食べながらパソコンで作業しようと思います。さあ、好きな音楽を聴きながらマインドマップをゆっくり作っていきたいと思います。動画の初めにも少し紹介しましたワンダーシェアさんから発売されたマインドマップアプリエドラマインドをご紹介します。マインドマップって初めて聞く人もいると思うんですけど、その名の通り頭の中の地図ということで、自分の考えていることをこう可視化して整理して管理するためのアプリです。で、私がまとめているのはそんな特別なことじゃなくて、普段からみんなも考えているような些細なこと、ちょっとしたことばっかりなんですけど、普段の生活の中でやりたいこととか、あと買いたいもの、目標とか、そういったことを一つのマップにバンとまとめて、見やすくして整理する。で、整理しておくことで実行しやすくするという目的があって使っています。なんだ、すごいシンプルなことじゃんって思うかもしれないんですけど、このシンプルなことがすごい私は大事だと思っていて、小さな行動の積み重ねが大きな行動につながると思うので、すごくベーシックなことなんですけど大事にしています。で、あとはこのマップ作ってる時がもう単純にすごい楽しいっていうのもあるんですけど、こんな風に画像も入れたりとかできて、こう想像力がどんどん広がっていく感じが好きです。
今ね、マップを作りながら、そう、私はこの間、前回の動画でクラムチャウダーを焦がしたじゃないですか。で、あの原因は鍋にあると思っていて、鍋がね、薄くてペラペラなんですよ。だから、厚手の、ホーロー鍋ってやつを欲しくて、今、どんなのがあるかリサーチして、候補をこんな風にね、まとめたりとかしました。で、こんな感じで作ったマップを PDF 化して、で、それをスマホにも入れて、いつでも見れるようにしています。こんな風に些細なやりたいことでもいいし、大きな目標でもいいし、まとめて可視化しておくと、自分の今いる現在地みたいなのも把握しやすいので、行動に移しやすくなるというメリットがあると思います。では、基本の使い方を説明していきます。まずは右上の作成をクリックします。ローカルマインドマップをクリックします。もう最初からこんな風にちょっとできてるんですけど、ここに、中心トピックを入れて、で、私は2024年やりたいことなんていう風に作ってるんですけど、学生さんだったら学校とか、仕事だったら仕事とか、まとめたいことがあれば何でも自由にトピックを作成してみてください。で、ここのページスタイルクリックすると、デザイン自体がまず変えられます。こんな風にカラバリもたくさんあって、これ作るだけでまずすごい楽しい気分になれますよね。こんだけバリエーションがあると。どれにしようかなって。で、右側、ここからも自分で個別に好きな色を選んだりとかもできるので、明るく楽しい気分でマップを作ることができます。私は特にこういうことをするのが本当に好きで、何か作るみたいな動画もそうですけど、なんでそういうクリエイティブな作業が好きな人にはもう本当にぴったりだし、仕事をしている方とか、もちろん学生さんとか、使い方次第でどんだけでも有意義に使えるマップだと思います。はい。で、今メイントピックを3つ作成しました。メイントピックの追加はこの真ん中の中心トピッククリックしてタブキーで追加できます。はい。で、メイントピックからさらにサブトピックを作成します。タブキーをクリックして、ダイエットがやりたい、じゃあ何をしたらいいかを書いていきます。サブトピックのカラーも右側から変えられます。こんな風に色を選んで。はい。メイントピックをクリックしたらタブキーを押して、サブトピックを追加していきます。いつも自分のやりたいことは、手帳に手書きするか、あと iPhone でパッと思いついたことをメモに入れたりとか、付箋アプリ使って書き出したりとかして、で、後で、どっかしら、だいたい手書きだったんですけど、まとめたりとかして管理してました。でも、このエドラマインドは、それを全部兼ね備えたアプリというか、デジタルとアナログのいいとこ取りみたいな、その中間みたいな感じで使えるんですよね。はい、今トピックのデザインをちょっと手書き風に変えてみました。あとこんな風にね、スタンプもあって、こうやってデコっておくと見た時に気分がいいというかテンションが上がるかなと思います。いろんな機能があって使っていてとにかく楽しいです。はい、一通り完成したらワークベンチに戻って、そうするとこんな風に保存できたりとかクラウド管理したりとか選択肢が出てきます。私はエクスポートから PDF 化して、でそれを iPhone に AirDrop で送ったりしてます。以前動画編集アプリ Filmora でも紹介しました AI 機能なんですけど、こっちにもすごいのがついてます。めっちゃすごいですよ。 AI クリックして AI マインドマップをクリックで、ここに作りたいマップのテーマを入力して、AI がね作ってくれるんですけど、学校生活を楽しむにはどうしたらいいかね、こんな風にブワーって羅列してくれるんですけど、本当にすごくないですか？これ数秒の間でこんだけブワーって出てくるんですよ。で AI が勉強しなさいよとかいろいろ言ってるんですけど、これをね改めて見て、自分ってこれができてないなとか気づくきっかけにもなったので、分かってるようだけどこんな風にねあえて一度見直してみるのもいいかもしれないですね。はい、2つ目のテーマ、バレンタインについて AI にお願いしてみました。そしたらね、めっちゃ面白いこといっぱい書いてくれて、面白すぎて思わず黄色でマーカーしちゃいました。バレンタインは告白するのに最適な日、チャンスを逃さないようにと
AI が背中を押してくれています。本当この AI の言ってることが毎回もう的確っていうか良すぎる。あれこれめんどくさい思考が入ってなくてもうシンプルにストレートだから、本当にそうだよなっていう素直に聞きたくなる言葉ばっかりで、さらにすごいのが今作ってもらったマップをパワーポイントかスライド化してくれるんですよ。だからプレゼンの時とかに使えると思うんですけど、だから使いようによってはこれ自分の抱えてるその仕事とか課題とかの作業時間を大幅に減らすことができるんじゃないかなと思って、やんなきゃいけないレポートとかできなくてもうチート使ったろうって時にこいつが大活躍するんじゃないかと思って期待してます。バレンタインがテーマなのにすごい壮大なデザインで作ってくれたんですけど、右からデザインを変えることができるので、こんな風にバレンタインっぽい可愛いデザインで作り直してもらいました。本当にすごい機能じゃないですか。もう触ってるだけでめちゃくちゃ楽しいんですけど、ほらすごいですよね。告白のタイミングとかってまさかこんなこと AI に教えてもらう日が来るとは思ってなかったんですけど、でも全部読んでみたらめっちゃいいことがすごいたくさん書いてあってもう恋愛相談これから AI にしようかなって感じですねでマジでこれが本当面白くって、結果に対する考え方って言って、成功した場合の対応、本当に面白いのが失敗した場合の対応っていうのがあって、次のチャンスを待つとかね、もうほんとしたたか好き。決して1回で諦めろとは言わない AI 好き。はい、エドラマインドの紹介は以上になります。無料版もありますので、ぜひ気になった方は使ってみてくださいね。概要欄にも詳細とリンクを貼っておきます。ぜひ参考にしてみてください。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴くださりありがとうございました。素敵なバレンタインを過ごしてください。